自分の顔が自分のお金に書かれてたら確かに変なとこ使えねえなとであればやっぱおのずとお金の使い方に気を使うんだろうなと思うんですよ。だからたやすく使途の目的もなく得たお金を使っちゃうんだと、お金の価値とか使い方知らないと1億円持っても同じことになるんですよ。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくりや育成術など役に立つ内容をお話しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日のテーマが実は僕ちょっと一番興味深いお金っていうテーマでお話をいただきたいなと思ってます。はい。お金、人によって価値観それぞれあると思うんですけど、僕の考え、そして会社で教えていることを今日お話しします。はい。まず前提、お金は物であると。正しい使い方ができれば自分を幸せにします。誤った使い方をすれば自分を不幸にします。はい。お金に対しての価値をやっぱちゃんと理解しないとですね、人生狂わしますよということをいつも話してます。お金に振り回されたくない。だからやっぱりお金の価値を知るんだと。振り回されないレベルにお金を稼ぐ。振り回されないレベルにお金を稼ぐ。欲にまみれたくないから欲の根源をちゃんと知りましょうと。まみれない程度に欲を満たすと。決してお金と欲に振り回されてはいけない。僕はそう思ってます。お金っていうのは普通であれば仕事によって得られた報酬の一つ、つまり一つの結果ですよね。お金を稼ぐのは悪いことではないと思ってますけど、お金をもらうために仕事をするのはやめようと。努力なく入ってきたお金にはありがたみを感じられない、イコール浪費する、結果自堕落になる。こんなこと多いかなと思います。なんでしょう、よくお金の価値のレベルがわからないと言ったら失礼ですけど、いきなり何億円っていう宝くじ当たったら人生狂うみたいな話とか親の相続でとんでもない大金が入ってきて結果人生狂っちゃうとか、結果もっとお金なくなっちゃうとか、そんな話ってよくあるんですよね。そういうことを言ってると思っていただければ。お金のありがたみって何なのかなと思った時に、これいろいろ調べるとお札に顔が書いてあるじゃないですか。今ね、最近変わりましたけど、偉人の顔が大体歴に入ってますよね。要はこれって例えば宗教的な考え方とかの人は、例えば昔聖徳太子が書いてありましたと。聖徳太子って言うなれば日本人にとってすごい偉人ですよね。そういう人の顔が書いてあるから変なことに使えないでしょと。そんなような意味があってお札に偉人の顔が印刷されることがそうなんですね。スタンダードになっちゃってるみたいなことを聞いたことがあって、なるほどと。自分の顔が自分のお金に書かれてたら確かに変なとこ使えねえなとであればやっぱおのずとお金の使い方に気を使うんだろうなと思うんですよ。だから得たお金がどんなお金か分かり、ありがたみが分かるじゃないですか。例えばですよ、僕が持ってるお金が引っ越しという事業を会社で稼いだお金だからそれを給料として分配されてますと。お金をいただいてお客様の顔が書かれてますともう変なことに使えないよねと。でも片や例えばじゃあギャンブルで買ったお金、パチンコで稼いだ金ですって書いてあるお金、これは使っちゃいますよね。使っちゃいますね。自分のね、頭でも体でもいいですけど、汗をかいたお金、かいて得たお金、提供した価値の対価としてお金が得られるわけで、価値を提供するためには努力が必要であって、その努力に費やした時間や労力に尊さはあるんですよ。だから汗をかいて得たお金は、基本は大切にやっぱ使うんですよね。ギャンブルで得たお金とかは、正直下手したらたまたま手に入れたラッキーなお金、これを得るための努力があったわけではないと。だからたやすく使途の目的もなく得たお金を使っちゃうんだと。いい思いするんだと。で、またそんなことがあるって信じちゃうんですよね。だからやめられなくなるわけですよ。確かに。ギャンブルで得たお金とか、予定外にポンと労力なしに入ってきたお金って、パッと使っちゃうかみたいなね。確かに。どうせなかったお金だからこれ買っちゃうみたいな。そうなりがちですよね。僕も例外でもないですけどね。誰しもが一回失敗するんですよ。と僕は思ってるんですね。お金で。小さかろうが大きかろうが。
どれだけ口を酸っぱくしていっても間違えると。僕もそうですね。これだけ言ってても、やっぱ過去には間違えたこともあると。それぐらい魔力があるもんなんだと。なんでじゃあ使っちゃうのかなと。そんなことになっちゃうのかなと思うんですけど、よくよく考えていただきたいのは、お金を使って得られる喜びって結構自己利益のことが多いんですよね、最初ね。例えばじゃあ無駄遣いをするとかっていうのも、言い方悪いですけどストレス解消とか、要は自分のストレスじゃないですか。これどういう人が無駄遣いするのかな、どういうパターンの無駄遣いするのかなと思った時に、お金がいっぱい入ってくると管理ができなくなっちゃう人もいるわけですよね。つい使っちゃう人。使うことに慣れちゃうとやっぱ金銭感覚麻痺しちゃうんですよ、大体みんな一回ね。要は当たり前になるから。最初は10万円しかなかったから、10万円をどうこうちゃんと使おうかって考えてたんだけど、これ20万円になって慣れてくると20万円取るのが当たり前だから、30万になっても一緒ですと。40万になっても一緒ですと。結局ね、お金が増えても増えても一緒なんですよ。なるほど。で、今、収入が例えばじゃあ300万、400万の人が、収入が1億あったらもう十分幸せだって思うかもしれないけど、お金の価値とか使い方知らないと1億円持っても同じことになるんですよ。そういう状態っていうのはやっぱ長続きしないんですよね。あとはちょっと別ですけど、お金を持った人が偉いとか、金持ちが幸せになれるとかっていう間違った価値観を持ってる人結構いるんですよ。例えば経営者もそうですけど、こんだけ儲かってますとか、なんかそういうサクセスストーリー的なものってやっぱ分かりやすいから、いくら売り上げになったとか、いくら利益が出てるとか、いくら年収があるとかね、お金を稼ぐことっていうのはすごい主張するんですよね。イコールそれがサクセスストーリーですよね。だからね。こういうのを見てやっぱりそう思っちゃうのかなと思うんですよ。稼ぐことが目標にしてもいいんですよ、別に。だけど決して目的にしちゃいけませんよと。なるほど。正直劣等感とか、お金がない人生を送ってきた人ほど、このような欲求生まれやすいのかなと思ってますよね。そうですか。お金がなくて苦労したっていう経験が、いい経験ではあるんですけど、お金があったらやっぱり幸せだと。私はお金がなくていろいろね、大変だったんだ、みたいな。それもわかるんですけどね。気をつけなきゃいけないと。あとはやっぱり単純に見栄や承認欲求がある人が多いですよね。高いものイコール、いいものではあるんでしょうけど、全てじゃないと思いますけどね。高いものイコールいいものっていう考え方。高いものを身につけたり扱うことで、自分自身をすごいとかいい人って要は飾り上げちゃう人がいるんですよね。こうやって見栄を張ると、見栄に頼り出すと戻れないんですよ。例えばいつもブランド品身につけて、行ってた人がいきなり全部ユニクロになっていくと、お前どうしたのみたいな。生活水準下げるの結構大変なんですよ。やっぱこういうのは結局自分のためとか、自分の価値観とか、自分の満足感を得るために使うことがみんな多いんですよ。なんか世のため人のために使ってるイメージがないです。特にやっぱりね、人生経験が少ないと若い人がやっぱりこういう感覚になりやすいですよね。あとね、やっぱりお金持ってる人にはハイエナがやってきますよ。僕もそんなにお金は持ってないですけど、やっぱ寄ってきますよね。これドラマとかの世界だけかと思ってました。いや、現実もそうですよ。そうですか。やっぱお金で寄ってきた人っていうのは、やっぱお金の恩恵を受けたくて来てるわけですから、場合によってはかすめ取られますし、でお金で寄ってきた人はやっぱりね、お金が主だから人間関係が本当に深く築けるか気づけないですよね。確かに。結局お金の切れ目が縁の切れ目になるわけですよ。ここで言いたいことは、お金持ったらハイエナ寄ってきますから、そういうのを理解しておいてくださいねと。騙されちゃいけませんよと。で、こういう話してると、働かないでお金入ってるどんだけ幸せなんだよ、楽なんだよっていう子もいるじゃないですか。でも僕調べたんですよ。そしたら実際にそんな国があったんですよね。過去に。事実。かつてね、国民が世界一の贅沢をした国ってあるんですけど、ナウル共和国って言って、太平洋南西部に位置するナウル島にある共和国だ。世界でも3番目に小さな国連加盟国だったんですよ。古来はですね、漁業と農業に従事してみんなが、貧しくも、つつましく生きる地上の楽園みたいな感じですよね。綺麗な島なんで。1888年にドイツの植民地になって間もなく、この島全体が輪鉱石でできていることが判明したと。要は、あれですよね、油田が出たとか、炭鉱とかと一緒ですね。その採掘によって、いきなり莫大な収入が入るようになっちゃったんですよ。資源ですからね。それを国民に還元したわけですよね。そこまでいい話じゃないですか。
国民1人当たりの GNP 総生産が、はい。日本の約2倍、アメリカ合衆国の約すごい 1.5 倍、世界トップレベルになっちゃったんですよ。そうするとね、人口少ないし、国どうしたかっていうと、医療費、学費、水道、光熱費、税金、全部タダなんですよ。なんなら生活費も支給しますと。ややこしい労働は全て外国人から労働者を持ってきて任せっきりだと。国民はほぼ公務員 10%、無職 90% だけ。ってなって、毎日がまさに日曜日ですよね。こんな夢の時代が30年ほど続いたんですって。こういうのをみんな求めてるっていうんです。働きたくない。お金があれば働かなくていいのにと。結果どうなったかっていうとですね、30年ほど続いて十分かもしれないですけど、結果、もう国民のほとんど肉体が蝕まれてですね、全国民の 90% が肥満。肥満？はい。30% が糖尿病。と言って、世界一の肥満&糖尿病大国になっちゃった。精子まで蝕まれて、もう勤労意欲が消え失せ。そもそも食べるために働くのが当たり前っていう認識すらなくなってる。ないですよね、30年ほど。で、ろくなことしないんだから。そうやって古き良きナウルには戻ることができなくなったんですけどね。やっぱりでも時代だから輪鉱石の枯渇が現れるわけですよ。掘りすぎて。枯渇した時に本来だったら過去に戻んなきゃいけないんですよね。輪鉱石に頼らずに自立しなきゃいけないんだけど、やっぱりもう働けないんで、堕落しちゃってるから。どうやったら働かずして稼げるかと考えたんですよね。結果、国ごとマネーロンダリングのね、苦痛になっちゃって、世界中の汚れた金をマネロンして荒稼ぎすると。それがアメリカ起こるじゃないですか。そしたらできなくなったわけですね。今度はパスポートだと。テロリストのパスポートとかですね。要は今で言うのは偽造パスポートを作って売るみたいな感じですよね。ナウルでそのテロリストのパスポートをパンパン出しちゃって、それで裏金を稼ぐと。犯罪国家ですね。でそれもアメリカから圧力がかかると、今度はあの手この手でうまい口を使って、オーストラリアや中国や台湾や日本から資金援助を引き出すと。そうやってならず者国家になっちゃったわけですよ。それでも決して働くことはしないんです。実際あったんですよ。ここで言いたいことは、結局、働かずして楽にお金を稼いだところで、幸せは一瞬で、なんなら幸せじゃないですね。いい思いできるのは一瞬で、その後はこういう残酷な未来が待ってるってことなんですよね。いやー、ほんとそうですね。お金があれば確かに生活はできますけど、働いたりとか、何か人生で大事なことをこういろいろ考えたときに、お金は得ても大事なものを失いますよと。自分の努力でないお金はと。やっぱ僕はそう思うんですよね。実際にこの実例があると。お金があったら働かなくていいんですよみたいに言う人には、うちの会社の若い人とかにこういう話す機会があって、こういうことになっちゃうよと。だからそういう考えは捨てた方がいいよと。本当、人の人生みたいな物語ですね。この国全体。だからお金が全てじゃないんですよ。でもね、しかしながら、稼がなければ綺麗事も言えないかなと思うのも正直なところですね。会社も当然売り上げ上げようとか利益上げようとか言うじゃないですか。なんでじゃあそういうふうに言うんだろうとなった時には、やっぱりこう本当に目的を達成しようと思った時に、やっぱ売り上げとか利益上げないとできないこといっぱいありますよね。例えばじゃあ働く仲間をより豊かにしようと思うと、じゃあやりがいを持たせるためにどういう仕組みを作るか、どういうことにお金かけるかとか、環境、設備を良くしたりとか、なんならもう給料も上げたいから、給料上げるのには原資が必要じゃないですか。やっぱりね、そういうのにお金必要ですよね。もっと言ったらお客様にさらに喜んでもらいたい、もっと喜んでもらいたいから、そういうサービスとか仕組みを作るためにお金も使うということも必要だし、もっと言うと税金を納めることもある程度社会貢献ですよ。営利企業の責務であったりもすると思いますし。だからなんだかんだやっぱり、まだ今の時代結局いろんなことやりたいことを実現していくためにはお金っていうものは必要なんですよ。だからまあお金が全てじゃないけど、しかし稼げなければやりたいこともやれないし、いいことも言えないんじゃないかなとも思いますと。お金が悪いというパートではないんですよね。お金をどういうものか知ろうっていう話なので、知ってないとですね、お金に縛られた人生になっちゃうなと思うんです、個人が考えても。緊急度重要度のマトリックスで考えたときに、例えば緊急度重要度が高いってことは、お金を稼がないと明日生きていけない、来月生きていけない、来年生きていけないみたいな。その人にとってお金が重要度も高いし、緊急度も高いっていう状態ですよね。そうすると、目の前いくら稼ぐか重要になるんで、
未来とか長い時間軸で考えた時にどうやってお金を稼ぐかとか豊かになるかとかっていう方法論取れなくなっちゃうんですよ。確かに。だって目の前この金額稼がないと生活していけないですよ。確かに。家族もいる、借金もある、こういう事情もあるってなると、目の前、例えば仮にですよ、目の前で40万くれるって仕事ありましたと。でもその仕事って継続性がないというか、出世する可能性もなければ会社としても伸びる可能性はあんま低いと。だから目の前40万もらえるけど一生40万の可能性がある。かたや違う会社は今30万しかもらえないんだけど、チャンスがいっぱいあって会社も伸びてるし伸びそうだし、で出世していったりとかすると将来100万もらえる可能性があると。でも目の前に40万ないと生活できなかったら40万選べざるを得ないんですよ。だって30万から上がっていくのがいつか分かんなかったり、分かったとしてもその期間耐えられなかったりする、貯金なかったりすると、それが僕が言うにそのお金に縛られる状態になりますよ。だから目の前のお金を稼がなきゃいけないからと自分のキャリアを考えた選択肢とか、将来を考えた選択肢ができなくなりますよ。そういうのは回避した方がいいよと。だからちょっとお金稼いだ、ちょっとお金もらったとかで調子こない方がいいよと。あとはやっぱりその子供ができてとかって僕も子供を育てて分かるんですけど、僕は子供がもちろんやりたいということが見つかったらやればいいと思うし、やりたいことが見つからなかったとしても選択肢を狭めるということをしたくないなと思ってたんですよ。俺がお金ないから子供にそこは行かせられないっていう選択をさせたくないなと思ってたんで、なるほどですね。とにかくお金に縛られない人生を送らなきゃいけないし、選択肢をなくすことになっちゃうから、そうならないようにやっぱりちゃんと考えてお金というものを取り扱いましょうと。お金が増えたらじゃあ良くないんですよね、どうなんですかって言われますけど、それはいいことですよと。結果世界が広がるしチャンスが広がると僕は思ってます。使えるお金があるってことは投資できるわけですよ。投資っていうのは単純に株式投資とかだけじゃなくて自分の磨くのに投資ができます。自己投資ができます。自分が成長するためにこういうのにお金を使うってことができるのでいろんな経験ができますね。この経験したこととか得た知識、これを人生とか仕事に活かせるわけですよ。そうするとまた収入が増える可能性ができるわけですよ。なるほど。いいループが回っていくんですよ。だからお金は悪いもんじゃないですよと。ただなるべくだったら物じゃなくてことに使いなさいって言っていて、給料が上がったからっていきなり生活レベル上げちゃダメだよ。ちょっと上げてもいいけどいきなりはすごい上げちゃダメだよと。それよりもある程度一定何かあった時に困らないように一定額は貯金した上で、あとは自己投資に回しなさいと。自己投資はなるべくことに使いなさいと。なぜならばお金なくなったらやめれるでしょと。そうですね。そういうふうに流動性を持たせていかないとさっき言ったお金に縛られることに発生しますよ。とは言ってもさっき言ったように魔物だって言ったように、やっぱり間違えちゃうことあるんですよ。これどうしたら戻れるのかなと。間違えないじゃなくて間違えてしまうかもしれないという前提に立った時にどうやったらそれ戻せるかなと。それって考え方のそもそも基軸になるものとか真面目さ、こういうものがあれば談話したり、回避したり、復帰ができるかなと思ってまして、じゃあその考え方の軸とか真面目さって何で生まれるのかなと思った時に、僕はやっぱり少なからず読んだ本とか影響を受けた人とか日々過ごしている環境、家族もそうだし仕事もそうだし、こういうものがやっぱりちゃんとしてれば戻れるなと思ったんですね。人ですか？人とかそうですね。反対に言うならば影響を受ける人どういう人かとか、過ごしている環境どうだとかって、これが悪かったら戻れないってことです。なるほど。さっきのナウルみたいになっちゃいました。まとめると、お金を稼ぐ、そのことに正しい目的を持っているのが理想ですね。お金の価値を知って、お金というものに惑わされず、目的を持ってお金を稼いで、目的を持ってお金を使えると。そういうことが理想で、お金に縛られない生き方や選択肢が持てるってことになるんですね。だからお金を稼ぐことは決して悪いことではないんですよと。しかしお金を稼ぐことは目的ではないと。お金を稼いで何がしたいのか、目的は間違ってはいけませんと。でお金があるということは選択肢を持つことができることだと思ってください。お金は全てではないが、しかし大事なものですと。やっぱり稼げる力は必要ですねと。そのためには稼いだお金を稼ぐ力を養うために使うこと、自己投資も大切ですよと。最後言いたいのは、これもね、
2度目の登場になりますけど、二宮尊徳でね、道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言であるって言いますけど、目的なきお金は犯罪ですよと。でも金なき目的は寝言であると。素晴らしい言葉ですね。しっかりと、はい、お金の価値、誘惑、使う目的とか、稼ぐ目的とか、そういうのをしっかり考えつつ、お金というものと対峙してほしいなと思います。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて大変励みになっております。この動画が気に入った方はぜひいいねかコメントをお願いいたします。